八千代 5000cc が NC ロードスターと同じくらいのサイズの車に乗っかってます。物心をついたところからもうずっと車が好きで。おお、かかった。すごい太い音。かかりが良くて良かったです。本日のボーイズ&フィーズ TV は私ナビゲーターの陽子がお送りします。前回こちらのボーイズ&フィーズ TV ではゲストとして黄色い FD で出演させていただきました。今日はそんな私が初めてインタビュアーを務めさせていただきます。そして今日は素敵なオーナーさんにお越しいただいてます。はい、お名前教えてください。細田と申します。下のお名前はゆうたと申します。はい、ゆうたさん、ご年齢はおいくつですか？26歳になります。すごい若いですね。本当ですか？ご職業は何をされてるんですか？株式会社 HKS っていう車のチューニングパーツを作っている会社で広報の方を行っております。 HKS さんといえば私が高校生の時からずっとファンだった2チューニングパーツメーカーで、ありがとうございます。めちゃくちゃお客さんでお世話になって頭が上がりません。本当にありがとうございます。はい、今日のお車はイギリスの TVR というメーカーのキミーラという車になります。何年式ですか？1997年式になります。ということは、細田さん何年生まれですか？僕が98年の3月生まれなので、もう同学年と言いますか。じゃあ同い年ぐらいの TVR キミーラと、はい、今日はちなみにどちらからいらっしゃったんですか？静岡の富士宮から参りました。ありがとうございます。はい、今日はですね、そんな素敵なオーナーのゆうたさんと TVR キミーラでお送りします。ここからはですね、お車について詳しく聞いていこうかなと思うんですけど、まずは会社遍歴を教えてください。最初の車が日産の Y33 のシーマ、カーシェアのとあるサービス、今なくなっちゃいましたけど、ちょっと借りて乗ってみてこれいいなって思ったシーマをそのまんま20万で買いまして。オーナーさんはいいよって言ってくれたんですか？いずれはみたいなこと考えてたみたいで、それで1年ちょいぐらいですかね、乗っていろいろ楽しませていただきました。じゃあ楽しんだシーマでの1年、それからキミーラですか？それからはですね、もう1台実は挟んでて、ホンダのタイプ R 乗りたいなって思いまして、EP3 のシビックのまた急にシーマから、スポーツ寄りに変わったっていうような形で、それも1年ぐらい乗りましたね。その時にたまたまキミーラ欲しいなっていうことがあって、今のキミーラとあとメインカーの、ダイハツのエッセイ、この2台体制で今やらせてもらってるような感じになります。じゃあ今もう2台持ちという、2台持ちですね。メインカーはエッセイに乗って、そうですね。キミーラは月に何回か動かすような形で。じゃあ両方とも使い方を分けて。ちなみに TVR キミーラはどこで出会ったんですか？3年前の知り合いが働いてる中古車屋さんにちょうど出てまして、本当にたまたまの出会いだったんですけど、もともとこの車っていうのは子供の頃の、グランツーリスモの影響とかで TVR っていうのはよく知ってて、スタイリング的にも他のタスカンとかグリフィスとかそういうところのちょっと違うなっていうようなところがすごい気に入ってたっていうのと、トップギアってあるじゃないですか。電気自動車を自分らで作るっていうような企画があるんですけど、それのベースのフレームにキミーラが使われてて、その企画では本当に自己車買ってきてフレームだけ使うような感じなんですけど、一瞬のスタイリングがかっこいいなと思って意識したっていうのが中学生の頃で。免許取るまでやっぱりキミーラのことはずっと忘れられず、忘れられなかったですね。いつか乗ろうかなというところでお知り合いの方の話があったと。そうですそうです。実際買うってなったら TVR キミーラってあまり見かけないというか、玉もきっと少ないでしょうし、どういう気持ちで買われたんですか？もっともっとなんか仕事頑張りたいなっていう時にモチベーションに一番好きな車買うのが、手っ取り早いんじゃないかっていうふうに考えて、それでちょっとキミーラってないかなって探し始めた時に2台ぐらい中古車に出てたんですよ。偶然中古車サイトで。全国で2台ってことですか？全国で2台。はい。それで1台これとは別のやつをちょっと見に行ったんですよ。結構お店がこじんまりしたところで試乗なんかさせてもらっちゃって、すごい貴重な経験で乗らせてもらった時に未知の車だなっていうのがすごいあって、その個体はちょっと気になるところがあって、結局ちょっとやめちゃったんですけど、それからどうしても欲しいなっていう思いが日に日にちょっと繰り返してって、乗ったらもう虜になっちゃったんですね。そうなんですよ。どういったところが自分にとって一番衝撃的だったというか？エンジンかけた後のパイプフレームなんですけど、そこに V8 が乗っかってるって、そのダイレクトさ、振動とか動きのクイックさとかレスポンスとか、内装の雰囲気もそうですけど、もう全てが本当その一瞬でやられちゃったなっていう印象です。素敵なエピソードありがとうございます。ありがとうございます。さっきね V8 っておっしゃったんですけど、コンパクトな車体に V8 がちょっと乗ってるとは到底思えなくて、ちなみに排気量はどれぐらい？排気量はですね、500っていうトップグレードで 5000cc。5000cc？ はい、八千代 5000cc が NC ロードスターと同じくらいのサイズの車に乗っかってます。そうですよね。これ多分映像見てる皆さんあんまりイメージつかないかもしれないんですけど、コンパクトで材質が
まさかの FRP はいグラスファイバーで全て、すごい、もう軽量かつコンパクトで、はい V8 のエンジンの 5000cc ということで、これは虜になるしかないような車だったっていう感じですか？これ以外にこんな車ないだろうなっていう印象がすごいあって、もともと軽い車が好きで、やっぱり軽い分もう全ての性能にやっぱ効いてくるっていう風に自分はちょっと思ってるんで、究極系というか快適性とかスタイリングの好み残しつつ選ぶんだったらもうこれしかねえなっていう風にちょっと思って。試乗した車とはまた別の車を買われたっていうこそうとですか？ですね。この車走行距離は結構その時点で10万キロって言ってて、 TVR にしては正直結構乗ってる方なんですけど、その分いろいろ手かけられてたりとか、記録簿がずっと残ってたりとか、すごい大切にされてきたんだろうなっていう印象があって、もうこれ買うしかないなって思って試しに保険の見積もりとか、はいローンの仮審査とかしちゃったら通ってしまいましてそこまでお試しに試しにしちゃって買う前提じゃないですか？そうですね、じゃあもう行くしかねえなと思って気合い入れて買ったっていうのいやー、はいかっこいい。ちなみにキミーラさんなんですけど、値段って聞いちゃってもいいですか？そうですね、これはお手頃で300万円ぐらい、他の国産のスポーツカーとか買うのと同じくらいかなというふうにちょっと思っていて、まあ今はい高いですまあそうからなんですよ、ね、いろいろ多分好きなポイントとかもあると思うんですけど、はいスペック以外にあったりしますか？独特な内外装、軽い車体に V8 が乗っかってるっていうコンセプトそのもの、そこがもう大きな2一番点かな。っていうはい、感じです。もう全て気に入ってると。そうですねち。なみにここまでいい話聞いて聞きづらいんですけど、あんまりここはっていうポイントありますか？信頼性はないですね。知れてそこも含めて好きっていうようなイメージですか？はい。じゃあさっきたくさんトラブルが出るっていうことだったんですけど、そう例えばどんなところがトラブルが出るところですか？そっちにある黒いイグニッションコイルですね。そのあたりの接触が悪くなって、家まで残り2キロってところで、スーンって全て電源が落ちて、深夜2時で立ち往生して、レッカ来たんですか？レが来ました。あはい。よかったです。無事に解決したんですけど、しばらく楽しんでたら、はい今度は燃料タンクからエンジンに行く、まあラインですね。フューエルのライン。どっか詰まってたんでしょうね。燃料タンクからボーンみたいな爆発音が定期的に聞こえるようになって、それはフィルターを交換して一応治ったんですけあよかどったです、ところが今度はフロントにあるキャニスターからガソリンが給油したらめちゃめちゃ漏れて、ガソリンの水たまりができて前の方にあそこではい、やばいなって思ったんですけど、それもとりあえず直してもらって、はいようやくなんとかなったなって思ったら、オルタネーターの端子が落ちて、また帰ってる途中に引き返しちゃったのが、なかなかのエピソードですはい、ね。本当にあげたらきりなくて、切りない。あ、じゃあ今のが代表的なもので数えたらもっとあるっていう感じですか？もっとありますねあといくつぐらいありますか？まあ、あとはエアコンが効かないとか。あ、今エアコン効かない。今エアコン効かないです。あとは雨漏りが以前ひどくて、あの辺のブレーキのタンクとか雑なコーキングで止められてるんですけど。そうですよね。ちょっと言い方悪いですけど、お弁当のおにぎりみたいな。もうそうなんですよ。なんかここまでのトラブルエピソードがあると大変だなって思うんですけど、それだけちょっとこう愛着が湧くというか。もう間違いないですね。はい、何か起きてもしょうがねえなっていう、まあ諦めというか、アバターもエクボというか、そんな感じなんでしょうね。きっといい言葉いただきました。はいはい。ちなみに私気になっちゃったんですけど、室外機みたいなファン。こうエンジンルーム見てもらったら分かると思うんですけど、駅マニが前に集合してこういう作り方してるので、もうエンジンルームの熱量がすごくて、もともとのエンジンも V8 なんで熱量も大きいので、はいなんでああいう室外機みたいな電ファンつけてるんですよ。もうここまで乗り継いできていただいたね、さっきもすごく大事に取り積まれてきたんだなっていうのがあったので、はいここからはじゃあ細田さんが代わってトラブルメーカーと本当付き合いながら楽しく過ごしてます。ありがとうございます、はいそれではたくさんのエピソードを持っている TVR キミーラに今から乗ってみたいと思います。おお、かかった、すごい太い音。かかりが良くて良かったです。じゃあ早速出発しましょう。行きましょ行ってきます。おお、あ、すごいトルク太っ。ちょびっとしか踏んでないんですよ今。すっごいんだけどこれ。うわ、走うまい。全然楽なんですよこれ。クラッチが結構軽い？軽いというか重いんですけど、なんかこうミートポイントが分かりやすくて。純正ですか？あ、純正です。純正でクラッチがどうやら AP レーシングのクラッチが純正入ってるらしいんですよ、どうやら。ちなみに細田さん中学校の時にグランツーやってみたいな話あったんですけど、そうですねはい、どんな子だったんですか？物心をついた頃からもうずっと車が好きで、うんどっちかっていうとおとなしめな子の方でしたね。全然そんな風に見えないなと思って。もう今は本当真逆になっちゃいましたね。外に出るのが好きみたいな。出るの大好きです。もう本当に。一番なんか女子受けが良かった車どれですか？
か？まあ、エッセも受けはいいですし、まだ可愛いっていうので。今の女の子ってどうなんだろう。これも前付き合ってた彼女2人ぐらい乗せましたけど、2人か3人ぐらい2人ですね。いやらしい質問ですすいません。そうですね。内装可愛いとか言ってくれたりとか、まあそういうのはありましたね、全然。いやモテる男は違うね。モテないですよ、全然。今いない、1年ぐらいいないから困ってるんですよ。1年ぐらいいないから困ってる。はい、困ってますよ、もう。じゃあ彼女募集中ということで、このチ募集中ですね。ャンネル見てる方はここの電話番号までお願いします。お願いします。あ、すごい、ほらカーボンだ。そうなんですよ。これまあドライカーボンじゃないんですけど、でもカーボンです。いや、ね、びっくりした。今上見なかったから、ここから離れるから。あ、そうです。タルガトップとフルオープンと今のクローズと両方楽しめる。そうなんですよ。いいね。結構気づくとおってなりますよね。なる。はい、いや、本当一個一個が乗るとわかるんですけど、見たことないパーツがとにかく多いし、なんか全部ね、一個一個丁寧に作られてるって感じが。このスピーカーも？このスピーカーも多分純正だと思うんですよ。かっこいい。かっこいいですよね、これ。ボタン一個一個もこれハザードですね。かわいい。はい、ダイヤルっぽくて、もうかっこいい。今後なんかこうしていきたいみたいな、今の仕事でもいいし、恋愛でもいいし、夢とかありますか？まあ恋愛は彼女募集中ということで、まあ先ほど電話番号載せていただいたんですけど、まあインスタの ID でも全然大丈夫です。はい、DM もらえればね、お願いします。まあそれはいいとして、仕事だとやっぱり車の楽しさを今伝える立場にいるんですけど、こういう風にスポーツカーがいっぱい出てて売れてる時代だからこそ、もっともっと強めてって、今の子供たちの世代が憧れるっていうケースもあるじゃないですか。そういうことをやっぱやっていきたいですよね。本当すごい。そこまでするのは今の HKS に勤めてからそうって思ってたのか、昔からそういう風に思ってたのかってありますか？今やっぱこの会社に勤めてからこそ、当事者意識じゃないですけど、車業界としてこの楽しさを知らずに人生を終えていく子たちがいると思うと、なんかもったいないなっていうのは。すごい。今だって海外の人気すごいよね。そうなんですよ。じゃあちょっといいですよね。いいですか？運転をなんとですね、私は人に運転させなかったくせに涼しいことさせていただきます。では運転させていただきます。あ、意外といけた。意外といけますよね。はい、おわ、すごい。後ろから来るね、このトルクが。そうなんですよ。意外と軽重心効いてる感じがするし、外装が FRP と思えないぐらい、そのエンジンが中心にある感じを受ける。そうですね。本当にこの辺まで食い込んでるので。これちなみに月、ちょっと変なこと聞いちゃう下世話だけど、何本ぐらい月かかってるんですか？ローンとか保険、駐車場の固定費でまあ大体5万ぐらい突き込んでて、でガス代がまあ燃費正直距離まちまちなんでなんともなんですけど、燃費が7キロぐらいなので。あ、でもなんか思ってたよりそういいですね。そう3ぐらいかなと思って。全然そんなことないんですよ。軽いからですかね。いやでも軽さは受けるけど、中心にエンジンがある感じをものすごく受ける。本当そうだと思います。だけど後ろにもエンジンついてるような感覚も受ける。排気音が結構でかいので、そこはやっぱ感じるかもしれない。自動車税が毎年10万かかりますので。そっか、5リッターだもんね。そうなんですよ。5リッター13年課税でとんでもないことなんで。だよね。もうさ、旧車乗ってるんだからイタリアみたいにゼロにしてくれればいいのにって。本当ですよ。本当怒ってます、俺は。私も13年経ってるんで。そうですよね。車検はいくら？30万だったかな、確か全部込みで。部品交換しました？いっぱい。部品は基本的な油脂類とエンジンマウントが交換してもらったんですよね。ちょうどいい塩梅っていうか、むしろ安かったなと思ったんですよね、その時。いやー、でもそっかそっか。発進楽じゃないですか、これ。楽。坂道が坂道じゃないんですよ。FD の方が大変。多分本当にそうだと思います。やっぱ気になるのは、エンジンルームから来るこの蜃気楼みたいなのが、カメラね、私たち側に向いてるんだけど、私から見たらね、桃源郷が見えるぐらいのね、蜃気楼見えてるから。そうなんですよ。真冬でも蜃気楼出るんじゃないかっていうぐらいエンジンの熱すごい。全然出ますよ。この車に乗ると前の景色だけ蜃気楼があって。いやでもそういうとこも愛せるね。いや面白いっていうか、特別感ありますよね。ありますね。やっぱこう蜃気楼が見える車が特別感。特別感ありますよ。もう。HKS さんからさ、君らのパーツ出せないのかな？いや厳しいですね。でもオイルとかはうちの使ってます。あ、さすが。じゃあ皆さんもぜひ HKS さん。ちなみに私も HKS のロータリーのハマるオイル使ってますよ。本当ですか？ありがとうございます。いやめちゃくちゃいい車だった。本当ですか？いや嬉しいですね。いやでもこんなにね安定してると思わなかったな。重心がやっぱ低いんだと思うんですよね。本当に低いの感じるもん。ちなみにこれドアどうやって開けるんですか？そうですよね。そこ一番そこ灰皿です。ちなみに。出れないんじゃないこれ？
実はですね、この真ん中にあるこのなんかポッチみたいなやつあるじゃないですか。これ？これを右に回してみてください。嘘。マジで？そうなんですよ。すごいこれドアオープナーなんですよ。初めて見た。これもおしゃれ。はい。普通なんかポルシェとかだとこの辺に FD までこうガチャってするのついてるけど、真ん中についてるの。すごいおしゃれなんだけど。いやもう本当に素敵な車、もう唯一無二だね。これは。本当ですよね。はい。でもさ、もう一番気になったところお伝えしていいですか？はい、大丈夫です。これさ、はい。クローゼットの中に入ってる。この車ではすごい重要なんです。除湿剤だよね。除湿剤ですね。はい。でもこれがないと。いや大変なんですよ。もうこれ大変なことになっちゃう。そうなんですよ。中がびちょびちょですもん。うわすごい、やっぱ本当にここも含めてね、愛せる車ということで。そうなんです。はい。ありがとうございました。はい。楽しんでもらってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは帰ってまいりました。運転ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ運転ありがとうございました。めちゃくちゃいい車でびっくりした。よかった、安心した。ちなみに今ね、賞味15分ぐらいかな、走ってたんですけど、ボンネット開けてるのはやっぱり。いや、かっこいいから。かっこいいからじゃない。ではなく、まあ、この車にしては珍しくストップ&ゴーだったので、ちょっと開けてあげようかな。ファンも回ってたんで。めちゃくちゃわかります。私もファンの音聞こえて、やっぱりね、ちゃんとメンテナンスしないといけないんで。こういう心遣いも、この車維持するんだったら大事かなって、やっぱ日々思ってますね。ここまで2年半維持してこられて、今後なんかずっと乗る予定ですか？なんとも言えないんですよね、正直。やっぱいろんな車すごい好きで、趣味的に言うとまあ旅行とかすごい好きなので、そうなるといろんな他のジャンルの車もいろいろ試してみたいなっていうふうに今ちょっと思ってて。じゃあちょっともしかしたら乗り換えるかもしれない。かもしれないですね。なるほど。PVR キミーラめちゃくちゃいい車だったんで、ズバリですね、細田さんから見て PVR キミーラ何点ですか？僕にとってはもう100点満点。いやもうそれ以上つけたいな。100点満点以上。じゃあ何点にしましょうか？もう1万点でお願いします。はい、1万点いただきました。ありがとうございます。本当に私にとっても初めての体験でいいお車でした。これからも大事に乗っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張って乗りたいと思います。本日のボーイズ&ウィルズ TV は細田裕太さんと素敵な TVR キミラでお送りしました。また見てねー。